宮王国は倭寇の国でしたっていうと語弊があるかもしれないんですけど、倭寇的な性格を持った人が建国に携わっていて、建国の前から琉球には倭寇の活動の拠点があって、かつその明王朝の倭寇対策の方針の中に組み込まれて有利な貿易条件を与えられたという、その諸々の条件、政治条件とか、あとは地理的な条件が重なった上にその琉球王国という国家が成立したというのが、非常に読んでいてよくわかります。力力世界史専門チャンネルです。今回は私が読んだ本の紹介をしたいと思っております。今回ご紹介したいのはこちらですね。琉球王国は誰が作ったのかと、吉成直樹さん、という方が書いて本で、出版社は、七月社という本です。税抜きで3200円の本となっています。これは、ちょっと古い本ですかね。古いっつってもあれですね。2020年の1月27日に初版が出ている本となっています。はい。こちら、タイトル通り、沖縄の琉球王国の成立に関する著作となっていて、で、副題に和光と交易の時代というタイトルがついていて、で、これがこの本書の内容を端的に表している副題になっているかなと思っています。琉球王国の歴史、沖縄の歴史ですかね。結構世界史で、ちょろっと実は触れますよね。高校の歴史の授業でも。14世紀の初頭から沖縄本島には、山北と中山と山南の三王国があって、で、この三王国の定立が約100年ほど続きましたと。で、中山の昭和氏が1429年に沖縄本島を統一して、琉球王国を開きましたと。で、琉球王国は、その港湾施設とか王宮とかを整備して、明との朝貢貿易をはじめとして、諸外国との貿易体制を確立して交易でものすごく栄えたと。ただこの琉球王国が成立する過程において、その、沖縄本島の諸勢力とその諸外国諸地域との関係が重要な役割を果たしていて、で、どういうその関係の中でその琉球王国が成立するに至ったかっていうのは、この本書の中でも書かれてますけども、様々な議論とか説が存在、するんですね。で、この本は、2部構成なんですよね。で、一部は、その著者の研究と考察の結果を叙述しているパートになっていて、で、二部は、これまでの学会で非常に有力だったその琉球王国成立の過程というところを、再検証すると。再検証っていうことは批判するってことなんですけど、っていう構成になっていて、で、その二部の批判の根拠となっているのが、論拠となっているのが、一部のパートという。で、その一部の論述を展開させるコアになっているのが二部の内容みたいな、そういう、デュアル構成みたいな感じの本になっています。で、この琉球王国の歴史をどう見るかっていうのは、歴史学会では様々な議論があって、で、この本も著者の主張する歴史認識っていうのを非常に濃く語っていて、この吉成さんに対する批判っていうのもものすごくあるらしいんですよね。この本を見ると。で、吉成さんもすごくこの本でそれに対する反論っていうのをやられてるんですけど、なのでちょっと今から話す内容っていうのは人によっては異論反論あるかもしれません。ただ私はその沖縄の歴史の専門家でも何でもないんですけど、なので真偽っていうのは正直尽きないのですが、ただ個人的には非常に面白くこの本を読みました。で、この本で述べられている重要な主張としてはまず、琉球王国は倭寇の大きな影響力の下で成立した国であって、で、王族の彰子も日本からの移住者。で、具体的には、肥後の佐敷というところ、現在の熊本県の芦北町からの移住者ではないかという説を述べています。結構そこが、そうなんですかっていう感じで結構びっくりします。で、まず問題提起として、その著者はその沖縄史研究とか、あと沖縄の人々が持つ特殊な状況っていうのが、ありますよねということを述べていまして、沖縄本土を中心に交易で栄えた、琉球王国は、1609年に薩摩藩の侵攻を受けていて、薩摩藩の直轄領となって、
その後なんやかんやって日本本土に編入されるわけですよね。で、太平洋戦争では、沖縄は日本本土防衛のための、要塞みたいな感じになって、壮絶な陸上戦が行われて、島民9万4千人を含む18万人以上が沖縄戦で死亡しています。で、戦後はアメリカの占領下に置かれて、日本復帰以降も、本土復帰以降も日本における、米軍基地の 70.6% が沖縄に集中しているという状態が、続いているということで、沖縄の人は非常に日本本土から、過酷な仕打ちを受けてきたと、ひどい仕打ちを受けてきたっていう、その感覚が非常に強くあって、その歴史においても琉球王国の形成における外からの影響っていうのを、無視しがちで、沖縄の独自性というのを非常に強調する傾向にあるということを、著者は主張して、おられます。で、その沖縄の独自性というのを強調する人は、農耕社会が発展して、農業を経済基盤とした権力が生じて、で、そこで統一国家の基盤が作られて、それが琉球国に発展していったんだよというふうに解釈しますが、この本、吉成さんが主張するこの本によると、沖縄には、荘園とか領主とか武士とか、そういう日本の封建制度で生じたような様々な現象というのが全くなくて、その農業の発展を基盤にして、その社会の発展とか王国の成立っていうのを論じることができないと。で、どうやってなぜ、じゃあ琉球王国ができたかというと、もっぱら外部からの刺激。で、具体的には中国によって、琉球王国というのが国家として成立してきたんだということを述べられています。はい。で、ちょっとこれから、ちょっと具体的な解説というか内容の、お話にちょっと移っていきたいんですけど、で、まず沖縄の歴史っていうのは大きく11世紀に始まるグスク時代と、そのグスク時代以前というのに、大きく分けることができます。グスクっていうのはお城のことですね。日本のお城のこと。日本でいうお城のこと。で、グスク時代は有力者であって、グスクの、主であるアジという人物が登場して、グスクを拠点にして、周辺の人々を救合して、経済活動を含む様々な活動を取り行うようになった時代のことです。それ以前は貝塚時代で、日本で言ったらもう本当縄文時代みたいな感じで、資料採集の段階にあったというふうにされます。従来では農耕の始まりが、農業社会の始まりで、イコールグスク時代の始まりだという解釈が主流でしたが、本書によるとその農耕の始まりはイコール農業社会の始まりではないし、イコールグスク時代の始まりにもならないということで。グスク時代のその特徴っていうのは、もちろんその石垣を備えた、お城であるグスクっていうのが形成、されるようになったっていうのもあるんですけど、その人々の居住地が海岸線に沿った低地から丘陵地とか斜面に移動したっていうこと。それから琉球諸島全体が同一の土器文化というのを持つようになったこと。それから一つの交易圏が琉球全体で作られるようになったこと。あとは鉄器の使用が始まること。穀物栽培が始まること。という、いろんな、条件があって、グスク時代というのとそれ以前というのを分けることができるというふうにしています。そしてそのグスク時代の始まりのきっかけになったのも、その沖縄のその内的な発展によるものではなくて、現在の鹿児島県の喜界島の影響が非常に大きいというのを著者が主張しています。で、奄美諸島にある喜界島は、古くから日本朝廷の支配の南限というふうにされていて、平安時代には太宰府政庁と強く連携して、沖縄を含む南方の物品交易を行う拠点となっていたところです。ところが日本朝廷の地方支配が揺らいでくると、喜界島は独自の交易活動を行うようになります。この交易というのは、武力も含んだもので、当時の奄美商人っていうのは、後の和光にも通じるような、武装商人みたいな、形だったようなんですよね。そしてこれも後の和光に通じるんですけど、この奄美海賊が非常に多民族的な特徴があったようです。具体的には、朝鮮半島の高麗と連携して、朝鮮人の武装商人もこの奄美海賊に多数含んでいたようなんですよ。
例えばその997年に、奄美島人300から400人が太宰府政庁を襲撃するっていう事件が起きていて、これは高麗政府と奄美の海賊が連携して、太宰府を襲ったというのが、当時の日本の資料からも報告されています。なので当時、喜界島は半ば独立した勢力として振る舞いつつ、高麗と強く連携して、で、日宋貿易の末端としても機能するみたいな、なんかこう、教会の民というか、末路ある民みたいな、そういうこう、非常にグレーな存在だったようなんですよね。ところが、1188年に源頼朝が喜界島に遠征します。で、そのことで喜界島はそれまでの独自の交易ネットワークとか、半ばグレーな存在というものではなくて、もう完全にこう日本のその政権の内側にこう組み込まれてしまうわけです。で、このタイミングで、それと同時に、琉球では本格的にグスク時代がスタートしていくっていうことなんですよ。で、これはここにどういう関連性があるのかと。で、著者は、本書で、この喜界島の、この時、源頼朝の遠征によって、喜界島を追われた交易集団が琉球に移住したためではないかということを推測しています。で、琉球の伝説上の最初の王である雨天王という人がいるんですけど、この人が即位したのが1187年のこととされていて、これは頼朝の遠征の1年前のことであると。そしてその喜界島の土器文化とか、鉄器、それから鉄器製造技術っていうのが琉球にもたらされて、その奄美商人の交易ネットワークが琉球にももたらされて、琉球諸島で大型のグスクが作られるようになっていたというわけです。で、その大型のグスクが作られるようになったのは13世紀から14世紀初頭で、時代は元王朝の時代。そしてグスクの城壁とか建物がさらに大型化していくのは明王朝が始まってからのことで、もうグスク時代っていうのは非常にこう中国のと密接にこう関連しています。13世紀に琉球では福建省の蘇生白磁が大量に流入するようになって、その交易による収入がグスクの大型化をもたらしている。で、元王朝はそのユーラシア大陸全体をこうまたぐような、巨大な交易圏を作り上げようとした王朝で、ムスリムの海洋商人が主導する貿易船団はジャワとかパダニとかアチェといったその東南アジアとの交易ネットワークを一挙にバーンと拡大したわけですね。そしてその1世紀後100年ほど遅れる形で琉球にもそのモンゴルの交易ネットワークというのが拡大してきて、陶磁器交易によって琉球にも大きな富がもたらされるようになってきたと。しかしその元末に政治的混乱が起こったり、あとは農民反乱が多発したりして、元王朝の土台が揺らぎ、それから朱元璋が率いる反乱軍が明王朝を立てて、元の王族っていうのがモンゴル高原に逃げて北元を立てると、アジアの交易システムも、トランスフォーメ転換していくわけです。で、この元末の混乱によって非常に中国の社会っていうのは大きく乱れて、で、その混乱に乗じる感じで倭寇というのが活発化して、福建とか、あと寧波といった貿易港を荒らすことが問題になっていました。非常に当時の中国では社会問題化していました。で、当時の倭寇は、肥後の菊池氏や、あとは肥前の松浦党など、九州を拠点にした武装集団というのが主体で、彼らは琉球を中継拠点にしていました。略奪だけじゃなくて、彼らは交易も、武装商人なので、略奪もするし、ビジネスもするみたいな感じの人たちで、で、九州からは日本刀とか硫黄とか群馬とか、そういうのを、福建に流していた、売っていたようなんですね。また彼ら、またその明朝にとって大きな悩みだったのは、その朱元璋が、明の大祖朱元璋が、中国統一を果たす上での大きなライバルだった報国鎮とか趙志清という勢力がいるんですけど、その人たちが倭寇と結んで、侮れない勢力をまだ明王朝が立った以降も、勢力があったというところが朱元璋の悩みの種だったんですね。で、当時のその東シナ海にはその明朝に反発する勢力というのがうようよしていて、で、例えば今の現在の韓国の最終島にはモンゴル移民が、当時住んでいました。高麗は
1305年に元に服属した後に、最終島っていうのは非常に放牧に適している土地なので、モンゴル人が住んで、馬の放牧っていうのを行っていました。で、元がモンゴル高原に逃げて北元を成立して明が成立した後に、この最終島のモンゴル移民というのは倭寇と連携して、朝鮮王朝を立てた李成桂の軍に抵抗しているというわけです。こういう、いろんな明に反発する勢力とか、それから倭寇勢力とか、そういういろんな勢力が東シナ海にいる状態だったので、その主元省というのは、その東アジアの周辺国というのを正式に冊封して、冊封というのは、自分の進化にして、で、関西交易の体制を作り上げて、その倭寇みたいな非合法の武装商人っていうのを排除して、中国皇帝の権威を中心とした経済と安全保障の秩序を作り上げようとしたわけです。で、そういう方針の一環で、1396年に朱元璋は、後醍醐天皇の皇子で、九州の南朝型の勢力を持っていた金吉親王に国書を送っています。当時明朝は、どうも九州の金吉親王が日本のトップだっていうふうに思っていたらしくって、日本国王吉金親王という、ちょっと変なんですけど名前が、に対して倭寇を取り締まりなさいと。さもなくば、九州に明軍を送り込むぜみたいな国書を送ってます。で、金吉親王は、これを受けて、倭寇の数十人を捕虜にして明に送って、明に冊封しますということで、九州にあった南朝型の勢力は、明に対して冊封しているわけですよ。で、なんで、一応その明からすると日本も、我々の冊封体制に入ったということに、見なしたわけですけれども、ただ、金吉親王は本格的にこの倭寇の本拠地である肥後とか肥前を制圧するところまではしなかったので、その明からすると日本をちゃんと冊封体制に入れたのに、その倭寇は全然鎮圧されるどころか全然変わんねえじゃんっていうことになったわけです。そこで朱元璋は琉球に目をつけたと。で、当時琉球には三北、中山、三南の三王国があって、この三王に対して冊封を求めたわけです。冊封して明皇帝に忠誠を誓えば、ものすごく有利な条件で交易してもいいよということを許したんですね。で、なんでじゃあ琉球なのかっていうところなんですけど、当時の倭寇の活動拠点の一つが琉球だったからというわけです。で、特に、北の山北は、倭寇活動自体を行っていたんじゃないかということを、この吉成さんはこの本の中でおっしゃっています。ある種、琉球は明に倭寇の一味を、抱え込むように命じられて、で、その代わりに、その旨味のある商売をさせてやるよという、バーター取引みたいなのを、その明と琉球の間でやったということです。こうして三王国は中国の冊封体制に入って、九州、琉球、中国、東南アジアの間の交易で、莫大な富を得て経済的に繁栄を遂げることになるわけです。ちなみにこの三北について、この本では非常に面白いことが書かれていて、三北はしばらく明からの冊封要請に応じずに、その徴工っていうのをしなかったんですけど、その理由は、三北に、先ほど話したような、その最終島のモンゴル移民に加えて、その明の成立後に、琉球に亡命してきたアラン人が居住していて、ゴリゴリのアンチ明の国だったという説が挙げられています。で、このアラン人というのは、現在の、ロシアの北オセチア共和国と、ジョージアの南オセチア地方に住むイラン系遊牧民族のオセット人のことで、彼らは元の時代に皇帝の親衛隊として、モンゴル人に仕えていたんですね。で、実際に山北の拠点だったナキ人のグスクからは古代イランの流れを組んだデザインの遺物が多数発掘されているということもあって、なので山北は秦、元、漢、明の人々を引きつけた牙城のようなところがあったんじゃないかと。で、ただその中山王の父である小師匠と息子である小師派に征服されたことで明の冊封に入っていたのではないかというふうに考えられるということです。またこの明に冊封した中山王のサットという人物は朝鮮半島に強い関係を持つ人物で、李成桂が朝鮮王朝を建てた際に
倭寇に拉致られた朝鮮人を、朝鮮半島に送還するという措置とかもやってて、中山との、中山号のサットと、朝鮮半島というのは非常に政治的に関係が深かったということが考えられると。で、もしかしたらそのサットという人自身が朝鮮半島出身者だった可能性も、示唆されています。面白いですよね、本当に。そしてそのサットの王党だった中山の王国っていうのは、父である小師匠と息子である小波氏によって乗っ取られてしまうわけですね。その王党の乗っ取りが起こる。で、この三北三南の王国が統一されて、琉球王国が成立するわけです。で、この、乗っ取りを図った、小親子というのは、じゃあどこからやってきた人たちだったんですかということなんですけど、この本書によると、彼らは日本、具体的には肥後熊本からやってきた人物だったというふうに説明されます。小波氏は、大型グスクに頼ることなく、民に徴工することもなく、登場してきてからは、わずか14年で、三山を統一してしまうんですけど、その資金源は、どこにあったんですかというのは非常に謎に包まれていると。で、筆者によればおそらくそれは、倭寇的な活動を、この少子自体がやっていて、で、そこで得たものじゃないかということなんですよね。で、なんでじゃあ、彼らが肥後出身だったということがわかるのかっていうところで言うと、この本によると、肥後と琉球の地名の類似。具体的には、肥後の佐敷と国神の邪式という、その地名の類似っていうところと、あとは民族学的な伝承から、そうではないかということが推測されています。このところはちょっと細かく説明すると大変なので、興味ある方はぜひ読んでみていただければと思います。はい、ということでまとめです。琉球王国は、倭寇の国でしたっていうと、ちょっと語弊があるかもしれないんですけど、倭寇的な性格を持った人が建国に携わっていて、建国の前から琉球には倭寇の活動の拠点があって、かつその明王朝の倭寇対策の方針の中に組み込まれて、有利な貿易条件を与えられたという、その諸々の条件、政治条件とか、あとは地理的な条件が重なった上にその琉球王国という国家が成立したというのが、非常に読んでいてよくわかります。で、現在はだいぶ状況が違うとは思いますけど、かつて沖縄っていうのは土地が狭いとか、あとは土壌が貧しいとか、そういう問題で農業の発展っていうのは不向きで、漁労とかあとは交易で食っていかざるを得ないような場所で、また地理的な関係から、中国とか日本、朝鮮、それから南に向かってジャワとか台湾とかミンダナオとかルソンとか、そういう南方からの人の往来というのも非常に盛んだったんだろうなっていうのは、非常に容易に想像がつきます。で、現代の沖縄っていうのは、そうやって拡大してくる中国の、覇権の最前線にあるんですけど、それに対して、当然日本は対応しないといけないので、自衛隊の拡張だったり、あとは沖縄の米軍基地の移転だったりして、その中国の海洋進出、軍事的覇権の拡大っていうものに対して対応していくために沖縄に対してもっと負担を求めざるを得ないというところなんですけど、それって本当に沖縄の方に対しては申し訳ないんですけど、これはもう本当に土地が持ってる宿命というか、あんまり地政学っていう言葉使いたくないんですけど、歴史的にその国家の力というのが拡大した時にぶつかってくる、もうその国家と国家の力が衝突する場所に沖縄っていうのがあるんだなっていうところがこれを読むと本当に実感します。はい、ということで、今回は琉球王国は誰が作ったのかという本をご紹介させていただきました。この本、あんまり多分ね、書店を探してもないと思うんですよ。なので、Amazon とか楽天とか、ネット書店だと比較的見つけやすいと思います。概要欄にリンクも貼っておきますので、興味ある方はぜひ買って読んでいただければと思います。Kindle 版なくて本当にこの紙のものしかないんですよ。で、この出版社もそんなに7月社っていうそんなに大きい出版社ではないと思うので、売り切れ注意というか、ご興味ある方はぜひちょっとお早めにお買い求めいただけるといいかなと思っております。
はい。ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価の方もぜひよろしくお願いします。